お呼び出しにより参上した。何か尋ねたいことがあるという話だったが。なるほど。聖州でのエセ女服への処罰の妥当性ですか。助けてやりたいと？それで私たちに意見を聞こうとお呼びになったんですね。なるほど。なかなかどうして自分の立場を理解した上でよく頑張っているな、本郷。それでいい。それが成長するということさ。ノンはどう思う？もう私はふーちゃんたちと同意見ですね。だろうな。実際それしかあるまい。牢獄に放り込むという手もあるが、おすすめはしないな。大衆に示しがつかん。民がよらしむべきものは統治者であり王だ。宗教、それも限りなくペテンに近しいものを命を取らずに放置していては、同じ手合いを増やすことになる。王を最上とする統治者と神。この場合の神という存在は、ほとんどの場合が宗祖と同一で、己を神格化しているペテン師のことですけど、その神を最上に置く宗教家。一緒にその二つがあれば、民は迷いますからね。そういう側面が一つ。もう一つの側面は、頂点が二つあれば優劣をつけたがるのが人ということですよ。一度優劣がついてしまえば、その立ち位置は容易には覆らん。そして得てしてこのような場合、王よりも神が上位につく。現実に存在し、良いところも見えるが悪いところも見える王であり統治者と、想像上の産物であり盲目的に崇めてるがゆえに完璧な存在である神を比べればそうもなるさ。そうなっては統治もできませんからね。下手をすれば黄金塔よりもひどい戦乱を招くことになっちゃいます。そうだ。牢獄に放り込んだ場合、宗祖は牢獄にいながらにして信者に聖人と崇められることになる。それに宗祖がいない間の布教活動に対して手を出しづらくなるからな。宗祖が死を免れている時点で、宗祖の天命のおかげだと信者が暴走する可能性もありますからね。だからこそ早い時期にその目を摘み取らなくてはならんのだよ。指導力のある人材を一人でも残してしまえば、それを中心にして再燃しますし、そうなった場合はもっとひどくなりますから。死んだ宗祖を祭り上げるんです。殉教者に仕立て上げて信者を煽り、そして行き着くところは、宗祖を殺した政権への復讐。奴らにとっては聖戦だが、そしてその聖戦の結果として現統治者を打倒して政権を奪取する。宗教なんぞくぶくりんこんな結末さ。多くの信者は純粋だろう。しかし宗教なるものを起こそうとする者の9割はまがいもので、残りのくぶくりんはたちの悪い野心家さ。
人さんのお役に立てたようで何よりです。構わんさ。本郷を支えることこそ我らの仕事でもあり、我らの望みでもあるのだからな。でもちょっと心配ですね。いろんな人の意見を聞いて成長している和人さんを見るのは楽しいことですが、正直なところ、これぐらいの案件をいちいち和人さんが担当するのもどうかと思いますよ。確かに象徴である本郷にこういった案件を処理させるというのもよくはないな。本郷の補佐を増やすか。そうですね。今和人さんについている補佐はゆえちゃんと A さんでしたっけ？しかし職の連中も己の領地の運営があるからな。領土を持たない連中で使えるのはおらんな。いませんね。円家に勝人さんの補佐を任せても余計に仕事を増やすだけでしょうし。まああの5人はあれだ。あれだからな。あれですからね。その他といえば呂布と陳旧ぐらいか。レンちゃんは置いておくとしても、ねねちゃんなら多少は役に立つのでは？ああ、なるほど。となればやはり三国の中から適任者を選ぶ必要があるか。話は聞かせてもらったわ。そんなことどうでもいいの。面白そうな話をしてるときになんで私を呼んでくれないのよ。ややこしい時にややこしいやつが来た。あんな、そんなこと言っていいのかな。その口ぶりからすると、試練様は何かいい案がおありなんですか？当然ひらめいちゃったのよ。ピーンとね。ほう。ではその案とやらを聞かせてくれ。聞きたい？ねえ聞きたい？本当に聞きたい？ねえどうなの？どうしようかな。教えようかな。何？乗った！おい本郷、あまり甘やかすな。つけ上がるぞこの悪人は。一理ありますね。簡単よ。カズトの補佐にふさわしい人物を選ぶ天下一品弁論大会を開催するの。さあ文官たちを一堂に集めて、それぞれ祭りごとに対して新しい法案なんかを発表してもらうの。どう？いい案でしょ？まあ額面通りに取ればですけど。ちょっとのん、何その言い方、ひどすぎない？いや、ノンの評価は至極妥当だと思うぞ。信用ないわね。
それだけのことを今までしてきたということだ。何を企んでいるんだ、シェレン。企んでなんかないわよ。それともカズトも私のこと疑うの？カズトは私のこと信用してくれるよね。あれだけ愛し合った仲だもんね。でしょでしょ。じゃあそれで決定ね。私すぐにみんなに伝えてきてあげるね。カズトたちもちゃんと準備しておいてよ。物事に対して率先して動くシェレンなど生きてきた中で見かけた回数が少ないからな。何を企んでいるんだか。まあ企むと言っても大したことじゃないと思いますよ。それにもっともっとシェレン様はお祭りごとが大好きな方ですからね。レンファ様に家督を譲ってからその傾向が強くなってきてるのがな。いくら隠居したとはいえ呉の忠責には変わりないのだから、もう少ししっかりとしてほしいものなのだが。ですよね。それもそうか。今日はもう仕事も終わりましたし、時間ならありますよ。私もだな。何かあるのか？まあいいだろう。首里たちの仕事ぶりもこの目で見たいからな。では執務室に場所を移してキリキリお仕事手伝いますか。いい暇つぶしのネタが見つかってよかった。さーてどうやって楽しもうかな。